Bonjour! パリプロムナードチャンネルへようこそ。皆様いかがお過ごしでしょうか。今回の動画は日曜日のパリの街歩きです。まずはパンテオンの丘で行われたビッドグルニエからスタートします。カルチエラタン、学生街がフリーマーケットの舞台になっていました。そして動画の後半は世界で一番美しい図書館の一つと私が思っている国立図書館で開かれている展覧会に参りましょう。最後まで一緒に楽しんでいただけたら幸いです。9月の最後の日曜日、今日はとっても良いお天気です。このチャンネルではすでにおなじみになっているリュクサンブル公園からパンテオンまでまっすぐに続く道、リュ・スフロでビッドグルニエが開かれると聞いたので出かけてみることにしました。出てますね。スタンドが並んでいます。いつもの通りにこんな風にスタンドがたくさん出ていてにぎわっている風景ってなかなか面白いなと思います。早速気になるものを発見しました。バルボチーヌの秋らしいモチーフのお皿、裏を見ますとポルトガルと書いてありました。これはおそらく中国で作られたものでしょう。絵柄が本当に細かいですね。Je laisse pour augmenter la différence. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est ancien aussi. Oui, c'est vrai. 12, 15, 15, 10. 10. これはとても人気なシリーズ、 Et le hors d'œuvre, クレイユ・モントローのフローラのシリーズがありますね。 Ah, c'est ça. Ah, oui, oui. Ça, c'est 20. しかもたくさん。 Il y en a quand même pas mal. 状態も悪くないんじゃないでしょうか。 Les années 30 françaises. non, c'est peut-être le Luxembourg ou Allemagne, je sais pas. Oui, oui. なんとなく親しみを覚える雰囲気のスタンドがありました。そうなんです。これは以前私がジュシュのビッドグルニエで出会ったマダムのスタンドでした。このマダムのスタンドはとっても趣味が良くて、私はそこで緑色のお皿を購入しました。彼女、私のことを覚えていてくれました。これ面白いですよね。これね、ガラスなんですよ。果物から作ったお酒を入れていたんではないかしらとのこと。今回彼女のスタンドはリュスフロとサンジャック通りが交差する場所にあります。とても良い立地なんですが、四方から見られるスタンドをいかに美しく整えるかということをいつも以上に工夫したとマダムはおっしゃいます。
彼女はパリの中心部から車で1時間ほどの郊外、高さ5メートルくらいある窓から光が入ってくるアーティストのアトリエのようなお住まいに暮らしていると聞きました。ビッドグルニエの日、彼女は朝4時頃に起きて5時には家を出て6時からスタンド作りを開始。ちなみにこの日はその時間真っ暗だったそうです。でも準備をしている間にパンテオンの後ろの方から朝日が昇ってきて空が真っ赤に染まって、それは美しかったのよと語ってくれました。こうして毎回ゼロからスタンドを作るというのを彼女は一切苦には思っていないようでした。そしてこんなふうにもおっしゃいました。調子が悪い時、気分が落ち込んでいる時、私は自分の家でテーブルデコレーションを黙々とするの。誰に見せるわけでもないのだけれど、それが私自身にとってのセラピーみたいなもので喜びなのよね。すると気分も、そして体の調子も良くなるのよ。芸術は何の役にも立たないけれど、結局のところそれしか残らないという言葉があるわ。私もまさにそういうことだと思うのよね。とっても示唆に富んだ言葉ですよね。私は今朝この言葉をマダムから聞いただけでも、ここに来た甲斐があったなと思いました。あら、このテーブルはパリのメトロの看板でできています。日本のこけし発見。懐かしくなってしまうようなものたちが勢ぞろいしています。マダムハオリという名前のスタンド、こちらも確か10種のビッドグルニエにも出ていたはずです。こちらはヴィンテージというよりもむしろ最先端のものじゃないですか。3D プリンターで作ったオリジナル作品を売っているスタンドです。たくさんのピースを組み合わせてこの形にしているのかしらと思ったら、1回の出力でこの形になるように設計されてるんですって。Combien d'heures vous mettez? 8h30. 8h30. Oui, parce qu'en fait, il y a les yeux qui sont multicouleurs. Du coup, l'imprimante, elle doit changer de couleur à chaque fois. これどんな風にプリントしているのか見せてくれました。Ça, par exemple, ça met pas énormément de temps. Ça, c'est 1h et quelques. Parce que dans une Une seule seule couleur. couleur. Ouais. もうすでにハロウィンのシーズンを先取りしているようなラインナップですね。パンテオンのそばにある教会、ちょうどミサが終わった時間でした。石畳の坂道を降りて行きましょう。坂道の途中にある
この右手のお店トラム、以前このチャンネルでご紹介した私のお気に入りのアドレスの一つです。概要欄にその動画のリンクを添えておきますので、どうぞご覧になってみてください。この坂を降りてサンジェルマン大通りと交わるところにあるモベルミュチュアリテ広場でもフリーマーケットが行われているようなので、そちらもちょっと覗いてみましょう。うわ、盛大に始まっていますね。でもちょっと普通のフリーマーケットとは違う感じかなと私は思いました。話を聞いてみると、どうやらこれはキリスト教青年友の会という組織が主催しているもので、もう40年以上の歴史があるんですって。あらゆる分野の不用品、例えば家具、食器、おもちゃ、衣類、家電、ここにあるのはこのマーケットのために寄付されたもので、ボランティアの人たちが回収して分類してこんな風に並べているんですって。それにしても出展品の数がすごいですね。ここで上がる収益は若い方たちのワークショップや慈善プロジェクトなどの活動資金になるそうです。私も何か購入して参加したいところですが、この物量に圧倒されてしまいました。Vous en voulez une? Ah, vous êtes sûr? Ouais, exactement. Ils sont à 2 euros, 1 euro. Oui. Ici, vous avez des cakes. Oui. Donc, un aux olives et un au jambon. ボランティアの方々が作ったお菓子などを売っているところでキッシュを購入しました。これでお昼にしようかなと思います。この広場に来ると必ず立ち寄ってしまうお店があるんです。こちらです。ラ・メゾン・ディザベル。私はもうこのお店何年も前から通っているんですが、このクロワッサンが本当に美味しいので、最近はトゥーリストの方々にもものすごく人気になっています。以前このクロワッサンを食べながらお花見をした動画も公開していますね。さて、家に戻ってお昼ご飯としましょう。キッシュを乗せたこのお皿はブルターニ通りのフリーマーケットで購入したものです。このキッシュ、いかにも手作りというお味でした。そしてデザート代わりと言ってはなんですが、メゾンディザベルのクロワッサンもいただきましょう。このお皿は先ほどのマダムアンヌさんのジュシュのスタンドの方で購入したものです。そしてこの小さなお皿、見覚えのある方いらっしゃるでしょうか。
そうなんです。やはりブルターニ通りのフリーマーケットで購入したおままごとセットのシリーズの一つです。私はこれにジャムを入れて、これをクロワッサンにつけながらいただきたいと思います。かなりボリューミーなお昼となりました。さて、動画の後半です。左岸から右岸へセーヌ川を渡りましょう。よく晴れた日曜日、ご覧の通り川岸を散歩する人も多いですね。ルーブル美術館の中庭を抜けて、さらにパレロワイヤルの中庭へ入っていきましょう。ダリアの花の季節、秋の花々が美しいですね。パリには国立図書館が2つありますが、今向かっているのはリシュリュー館と呼ばれる場所です。こちらの閲覧室が私は世界の中でも最も美しい図書館の一つと思っているんです。どうです？見事でしょう？しかもここは無料で利用できる場所なんです。パリに暮らしている学生さんたちはもちろんのこと、ツーリストにも等しく開かれている空間です。この建物の一角で開かれている展覧会が私のお目当てのものです。アンプレッションナビ、ナビ派という言葉を聞いたことがありますか？これは19世紀の終わりに活躍した画家たちのグループ、印象派の次のムーブメントです。私はナビ派の絵画が大好きです。この展覧会は彼らの版画作品およそ200点の作品が展示されているようです。彼らは生活の中の芸術に着目した人たちと言えるかもしれません。描こうとしたテーマも日常生活のシーン。さらに版画という技法はより多くの人に芸術を行き渡らせることができる手段ですよね。彼らは日本の浮世絵から影響を受けています。そういう点も私が彼らの作品を好きな理由なのかなと思います。
それでいって彼らの表現はやはりフランス人アーティストならではのものだなと思います。例えばこのボナールのパリの生活のシリーズなどはパリをよく知っている人だなと感じます。これらの作品はもう120年前ぐらいのものなんですよね。その当時のパリや人々の暮らしを描いているものなんですが、時代を超えた普遍的な愛おしさみたいなものを感じるのはきっと私だけではないと思います。何か包み込まれるような雰囲気も魅力的な展覧会です。2026年1月11日まで開催されています。その間、パリにいらっしゃる機会のある方は、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。きっとほのぼのと温かい気持ちになるのではないかと思います。秋晴れの日曜日のパリ散歩、いかがでしたでしょうか。お楽しみいただけましたでしょうか。最後までお付き合いくださいましてどうもありがとうございました。一緒にのんびりとパリの日常の豊かさを味わっていただけたなら幸いです。この動画が良かったと思われたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。お寄せいただくコメントがいつもとても励みになっております。どうもありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。